い、大変や。どうしたの、お姉ちゃん。ラジコンのコントローラーさんに、見たことないエラーが表示されてるにゃ。どれどれ。これは、コントローラーさん助かるやろか。安心して、私が修理しておくよ。頼んだで、葵。説明しよう。RCT、バッテリーとは、リアルタイムクロックバッテリーのことだぞ。メインのバッテリーをコントローラーから抜いても、内部時計を維持するために使われていて、デスクトップパソコンとかでよく聞く言い回しだぞ。さて、問題は、交換が、すごく面倒なことだぞ。中国製品あるあるの。お前ら器用なんだから自分で交換できるだろ。スタイルだぞ。まず、メインのバッテリーを抜くぞ。抜かなくても分解できるけど、ショート防止だぞ。このメインのバッテリーも劣化を感じるから、近いうちに交換しよう。そうしたらひっくり返すぞ。ネジ隠し兼、異物侵入防止用の蓋を外すぞ。実は、ネジの穴は2つだけなんだけど、どれがネジだったか覚えてないから、全部外すぞ。なぜか苦戦したからカットするぞ。本体の蓋を止めているネジは、2箇所だけだったぞ。ちなみにこのメーカー、公式通販で内部部品を基板単位で売っているぞ。つまり、まあ、バッテリー交換から修理まで、自分でやれってスタンスだぞ。なんて便利なメーカーなんだろう。日本のメーカーには、ないものを感じるぞ。ここからが問題だ。このコントローラーの裏蓋、実は、ネジは予備みたいなもので、実際には、内側の爪ではまっているんだ。危ないから、メモリーカードも抜いたぞ。他の人の解説でも言っていたけど、上の方から開けていくのがおすすめだぞ。器具は、表面から裏面へ差し込むんだぞ。おや、今回は、簡単に外周まで開いたぞ。外周の左右に、2箇所ずつ爪があるから、そこを狙って器具を入れると開くぞ。問題は内周だ。ここが毎回苦労するんだ。そう、開けるのは初めてじゃないんだぞ。2分くらいかかったのでカットしたぞ。ようやく開いたぞ。ゲームのコントローラーに比べると、明らかにナイフが詰まっているぞ。そして、大きな問題として、RTC バッテリーは、さらに、基板の奥にあるということだ。まず、下のネジ2つを外すぞ。ケーブルがタイラップで固定されているから、タイラップを切るぞ。さらに、上下の基板が配線でつながっているから、下の基板のコネクターを抜くぞ。コネクターは2個あるぞ。右上のグレーの1本のケーブルは、アンテナへ行く配線だぞ。抜かなくても、横へずらせばいけるぞ。これでようやく RTC バッテリーが交換できるぞ。なお、バッテリーの種類は CR1200 日中だぞ。長野県のホームセンターでも売っていたから、割とメジャーなのかもしれないぞ。絶縁のピンセットが欲しい作業だぞ。ちなみに、そんなもの持っていないぞ。今回は高級品のパナソニック製の電池にしたぞ。電池じゃなかったらピンセット使うんだけどな。電池交換が終わったら、あと
とは全部元に戻すだけだぞ。注意点は、途中で切ったタイラップを、ちゃんと元に戻しておくことだぞ。一応、RTC バッテリーの電圧を見ておこう。Welcome to OpenTX ラデンスリワーニング。RTC バッテリーの電圧は 3.21V になったぞ。交換前は 2.1V くらいだったから、正しく交換できたと思うぞ。そんなわけで、今日は中国製コントローラーの楽しさを伝えたつもりだぞ。高評価とチャンネル登録もよろしくだぞ。では、また。